ますって明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年1本目の動画ですね。皆さんどんな風に年越しされたんでしょうか。インドはね、まあいろいろ盛り上がったり花火とか上がってたみたいなんだけど、全然ね、私いつもインドに来てから全然年越しとか普通にやっちゃうっていうか、普通に寝て普通に起きて普通にご飯食べてみたいな、何の変わりもないっていうの年越しをずっと繰り返してますね、インドに来てから。日本にいる時はね、結構神社行ったりとか好きだったんですけど、お寺行ったりとかね、今何にもやらないですね。インドの人たちも盛り上がったりしてるみたいだけど、全然盛り下がってるみたいななんかこういうね、なんていうのかな、地味な感じも楽しんでるって感じです。日本はね、結構盛り上がって楽しいですよね。でね、このね、数日の間に結構気づきがあって、それをシェアしたいと思います。私今お姉ちゃんうちに来てるんですけど、でね、なんだっけ、そうそう、昨日かなんか私すごいちょっと気分にやっぱムラがある時あるんですよ。時々やっぱり、いつも私もこういう感じじゃなくて、波がだいたいこう波動整えてヤギ見てぼーっとしてっていうのやってるから、だいたいこうなんですけど、やっぱりね、うーんってなる時あるんですよ。ウィーンって落ちる時っていうのは、なんかたまにすごい上に上がる時に一回少し落ちるんですよね。で、昨日1月1日から落ちたんですよ、わーって。で、気分悪いなと思ってイライラしててで、なんかずーっとね、引きこもりみたいな、布団かぶってこんな感じだったんですよね。で、その時に、お姉ちゃんとさ、やっぱりこう暮らし始めたのも、久しぶりだから、何年ぶりかな。お姉ちゃんもずっと離れてたから、だいたいもう20年ぶりぐらいかなに一緒に暮らしてるような感じだから、まあ、少し気使ってた部分もあるんだと思うね、お互いに。だけど、私がちょっとこうなんていうの、こう盛り下がってる時とかだから、だいたいいつも楽しいハッピーな感じなんだけど、たまにこうやっぱりすごい波があったりするのがまあ人間じゃないですか。で、盛り下がった時にお姉ちゃんがすごいね、気使ってくれてたみたいなのね。で、私も思ってることとかもあって、お姉ちゃんにそれを伝えたりしたら、お姉ちゃんとしては私がすごいこうムスーっとしてるからすごく気使っちゃったみたいで、その話をしてたのね。で、気使った時になんでそれをなんていうの言ってくれなかったのって私は言って、で、あとは私が思ったことを今伝えたら、なんで前に言ってくれなかったのって言ったんだけど、今思ったからこれを伝えたんだよみたいな感じで、まあ、オープンに話し合ったんですよ。で、その時になんていうのかな、人の感情とかだからがすごい伝わっちゃうって、よくスターシードにあるあるなんだけど、人の感情をやっぱり、受けちゃう、もろ受けちゃって、私は昨日盛り下がったからすごいなんかお姉ちゃんうって来てたみたいなね。それでその時になんていうのかな、お姉ちゃん私に伝えてくれなかったわけじゃん。こういう風にこうだって思ってるのを伝えてこなくて、で、私のイライラはなんかね、イライラとかモヤモヤっていうのがすごい増幅したんですよね。わーって。お姉ちゃんに対してとかだけじゃないんだけど、なんかよりモヤモヤがブワーってなったから、何だったのかなと思って、で、まあそういう話し合いをした時にすごい分かったんだけど、お姉ちゃんの中で私に対して思ってることを溜めちゃってたんですよね。言ったら悪いみたいな。これは優しいからっていうのもあるんだけど、今までのパターンではっきりと物事を言わなかったみたいな。相手に気使ってね。で、私はね、ためないんですよ。もう思ったことばってその時に言って、ここの中に絶対ためないのでわって出しちゃうんですよ。出したらもう何にも残んないし、全然悪気もないから、相手も出してくれればいいと思うんだけど、相手がためちゃってたって感じだね。そうで、これがすごいね、結局なんで私がさ気持ちが増幅したかっていうと、お姉ちゃんの中で溜めてた気持ちがはっきりと糸になってたってことなんね。私のことがだから気になるっていうの、お姉ちゃんの中で私のこと気使ってたわけじゃない。気使ってたっていうのを言ってないんだけど、ここの中ではすんごい気になるっていうのを意図してたんだよね。意図になっちゃうってことね。さあ、それが気になればなるほど
増幅して目の前で映し出される人はなんか私だよね増幅してたっていう、イライラがなぜか増幅してたみたいな感じだったから、ここでお姉ちゃんは私に対して気になってるよとか、どうしてそんなイライラしてんのみたいな感じで言ってくれればそこで収まったんだけど、我慢して内側に溜めてたから、一見すると言ってないわけじゃん、表に対して言ってないから良さそうなんだけど、こっちでめちゃくちゃ意図してたってことだね。意図して増幅してた。わかるかなこの意味、っていう感じで、そうだから言えばいいんだねっていうことが分かったし、だから溜めちゃうと要は体にも来るし、目の前の人がエスカレートするっていう、なんかね今までのそのお姉ちゃんのパターン見てると、なんかねいいことも悪いこともこう増幅するっていうとこがあったんだよね、見てて。でなんでそんなに激しい感じになったりするのかなって、お姉ちゃんがどうっていうよりも表の人があったから、これだからなんていうの、答えが出たっていうかね。だから自分が結局言わないと目の前の人がエスカレートするみたいな。だからこれよくある話だと思うんですよね。なんでこのどんどんひどいことを言ってくるとかね、目の前の人がエスカレートするってことは、この内側の自分がなんていうの、分かってるし言いたいこと言ってないっていうのかな。それだけど目の前の人のこと気になってるっていうのを内側に溜めちゃうとエスカレートするってことだから、これをやっぱ言うとか気にしないようにそらすとかね、ブロック解除とかでやっぱやらないと目の前の人がエスカレートするっていう、それを自分がね体感したというか、あるのかなって思ったって感じです。であとやっぱりね、自分の思ってることっていうのはやっぱオープンにこう話す出すっていうのが本当に大事な、もうこれ本当に大事な時が来たなっていう感じです。このね出さないと多分ね体調を崩すと思うんだよね。まず体調を崩すと思うし、体の中にそのなんてエネルギーが充満しちゃうから、どっかしらねやっぱり滞りが出ちゃうよね。そうだから出してあげるといいし、で私が出す相手だ、私が出すとあなたも出すみたいな、自分がオープンでいると相手もオープンになってくるんですよ。だから自分が出してないと相手はだから増幅したりとか変な方向に行ったりするんだよね。だから滞ったりお互いに分かりづらかったりするんだけど、自分がオープンであれば相手もね心開いてくれるんですよ。だからまず自分がオープンになること、ここのね私自身はやっぱりねオープンであるっていうことは本当にあるオープンであるっていうのかな、そこすごいやっぱ大事にしてるし、ずっとやっぱりオープンなんですよね。オープンであるから人もやっぱりオープンになってくれるのかなって、よく私の動画見てくださった方がねいろんな気づきがあるっていうのは、要はもう私心開いてるからファって開いて開けっぴろげって言われるんだよね。逆に閉じ方があんまよくわかんないっていうか、なんかバカなんだろうな、常にオープンであるっていう感じだから、それが多分こうなんていうの、他の人たちもだからこうオープンでいてくれるっていう感じがあるみたいなんで、だから自分がオープンになれば相手もオープンになるってことだね。これがねすごい本当気づきとしてあって、そうなんだ、なんか私も無意識だったしお姉ちゃんも無意識でやってたんだけど、一番大事なのはさやっぱり自分自身だからね。どんなにお姉ちゃんって本当に素晴らしいんですよ、優しいし。だけど自分自身っていうところのやっぱよくあるんだよね。スターシードとかスピリチュアルやってる人のあるあるでさ、なんていうのかな、やっぱり人の心が読めたり先にこういろんなことが分かっちゃう。で例えばうちの親だとするとさ、お姉ちゃんは長女だからやっぱり親のこととかさ、やっぱりこう感情的なところとか見てたりして、こうなんでこういう風にするんだろうとかやっぱ思ってきたみたいなんですよね。そういうのを言って怒られたりとかしてたみたいで、だからそういうとこで多分ショック受けたりとかちっちゃい時にねあったのかもしれないしっていう話をしてたのね。でそこでもしかしたら閉じちゃって人にやっぱりオープンでいないように自分がしてたりとかっていうのがもしかしたらあったかもしれないから、それを昨日一緒に掘り下げてて、何があったのかなとか言ってやってたら結構出てきたんですよ。こういうのもあったなとか、親にこうやってなんていうのかな、思ったことを言ったら怒られたなとかってもういっぱい出てきたの。ボロボロって出てきて、でその時のだからなんていうの、その時の自分に親だからっつって完璧じゃなくていいんだよって、なんか
なんていうのかな、今の自分がその子に対して言ってあげるっていうの、あなたが思ってること正しいんだけど、親だからって完璧なものじゃないし、自分も大人になってそういうのが分かったよみたいな感じで話しかけてあげたり、その時の自分に光を送ってあげたらどうみたいな感じでやったら、すごい表情とか変わってきて、そういうのをねやってたっていう感じだから、お姉ちゃんもこういうスピリチュアルな仕事してるんだけど、スピリチュアルな仕事してるんだけど、やっぱり自分自身の掘り下げっていうのもやっぱやってるっていう感じね。それをお互いになんかいろんな気づきがあって、私もお姉ちゃんも仲いいんだけど、やっぱりそこの部分とかなんていうのかな、上辺だけのさいい関係なんていらないって思ったんですよね。いらないし、そんなんで壊れるなんていうの、私たちじゃないじゃんっていう話して、なんて言うんだろう、もうさ、だから私自身だとすると、いい部分も悪い部分も全部認めてんですよ、自分で。だってね、こうやって YouTube で出してる時はなんかあははーなんてやってるけど、昨日とかもみたいな、なんかすごいわーみたいな感じになるんですよ。なる時もあるわけで、常にそんな自分も全部認めてんですよね。なんかやっぱバランス取るんですよ。陰と陽のバランスがやっぱり陰の部分も出てくる時あるから、バランス取らないと、なんていうのかな、なんかやっぱりちょっとモヤモヤするっていうか、全部認めてる。そうで、全部あるのが自分って認めてるから、他の人のものも認められるようなんですよね。こういう風にしたい時なんだなとかさ、何にも思わなくなるんだけど、自分のそういう陰の部分みたいなところを否定しちゃうとするじゃん。こういうのやっちゃいけないみたいな、いけないみたいに思ってると、そういう陰の部分みたいなのを人が出してきた時に、あの人悪いことしてるみたいな、なんかいい悪いっていう判断つけがちになるんだけど、自分もそういうとこ全部自分の丸ごと自分自身のこと受け入れてあげると、人のことも認められるっていう感じになると思いますね。そんな感じです。そう忘れてた、これアンダラクリスタルの今日はこれやろうと思ってたんです。アンダラクリスタルの問い合わせが多くて、でこれ作ってもらったまゆみさんっていう方がいるんですけど、その方のリンク貼っとくので、下のとこにね、よかったらショップ覗いてみてください。あとね、もう一人アンダラクリスタルのすごくやっぱエネルギー、アンダラクリスタルってエネルギー高いから、扱える方って限られてるのかなと思うんですけど、あとなんか偽物もあるみたいだからね。もう一人ね、すごい素敵なアンダラクリスタルのアクセサリー作ってる方いるので、その方たちのリンク貼っときますので、よかったら見てみてください。最後になっちゃったすいません。そんな感じです。じゃあ今年もよろしくお願いします。何かね、今の話がなんかちょっとうまく話してたかわかんないけど、はい、こんな感じでまたやってきますので、よろしくお願いします。ではでは。